はい、どうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、今見ていただいている通り、アンデムルメステールとセラックスコラボの食器を紹介していこうかなと思います。というのもですね、最近私引っ越しをしまして、そのタイミングで一回箱に全部戻してあるんですよね。なので、それを開梱するタイミングでせっかくなら紹介しちゃおうかなということで動画を回しています。たまにスイーツ動画で出てきたりしていたと思うんですけれども、この食器自体をフォーカスしてレビューしたりはしていなかったので、このシリーズこんだけ持っている人もなかなかいないと思うので、皆さん何か参考になればいいかなと思います。どれから紹介していこうかなと思うんですけれども、まずはこの一番ちっちゃいやつから紹介していこうかなと思います。はい、まずは1点目ですね。こちらは同じシリーズの色違いになってますね。横にいろいろとキャプションが書いてあるんですけれども、これは DE シリーズっていうものの中のミルクジャグですね。オフホワイトとブラックカラーで色違いで購入しています。じゃあ早速ね、開けてみようと思います。こんな感じで蓋になっていて、中はね、黒い紙で包まれてますね。で、こんな感じでハンドペイントしてますよって紙がついてます。そんなにね、なんか特別なパッケージングになっているわけではないんですけれども、やっぱ黒い包装紙に入っているので、アンデムルメステールっぽいなという感じが伝わるのかなと思います。このミルクジャグは真っ白で、そこまで特徴があるようなものではないんですけれども、まあそこにね、あんのこのマークが入っているって感じでシンプルなものですね。ミルクジャグはね、コーヒーを飲む時とかにテーブルに置いといて、ミルクはこれって感じで、あとはお砂糖とかシロップですね、はこっちみたいな感じで使い分けるものなので、こっちは白なんですけれども、こっちが黒ですね。なので、この色違いで使い分けられるように、こっちは白でミルク入れて、こっちは黒でシロップとかを入れて、ティータイムとかにね、テーブルに置いとくように持ってます。で、これ2個セットだったので、それぞれ2個ずつあるんですけど、基本的には1個ずつしか使わないかなと思います。もし何かあった時に割れちゃった時とか、洗い替え用とかに2個ずつ一応所持してますって感じで、他にもね、マットブラックとか、マットホワイトみたいなものとか、緑色とか、いくつか種類があるんですけども、私が持ってるのはこの DE のツヤのあるタイプになってます。で、黒の方はね、刻印じゃなくてプリントで A って書いてありますね。まあ、1点目はこんな感じですね。ミルクジャグでした。はい、次2点目ですね。2点目はこんな感じのちっちゃめのエスプレッソカップになってます。持ち手がね、ちょっと特殊で横向きで持ちにくいなと思うんですけれども、これはね、エスプレッソ用のカップですね。横にはこんな感じで同じ DE シリーズでエスプレッソカップって書いてあって、左の方はオフホワイトブラックって書いてあって、バー A ですね。右もオフホワイトブラックなんですけど、バー B って書いてあるので、それぞれね、模様の入り方が違いますよね。こっちは白基調で、縁にこういう交際のマークが入っているのに対して、バー B の方はね、全体的に黒で、そこの方だけ白っぽくなっている。こういう模様の違いで持ってます。これはね、エスプレッソカップなんで、そんなにね、使わないんですけれども、一応可愛いので、これも全部2個セットで売っているものなんですけれども、とりあえず持っておこうかなという感じで持ってます。たまに使うことがあるんですけれども、基本的には飾りになっちゃってますね。これが2点目エスプレッソカップでした。次見ていきます。はい、3点目はこちらですね。さっきと同じような形だと思うんですけれども、サイズ感が違うんですよね。これはね、コーヒーカップになってます。模様もね、さっきと一緒なんですけれども、一応正式名称はカップってなってますね。コーヒーカップっていうわけではないんですけど、浅めのカップ、コーヒーカップなのかな、ティーカップなのかなと思います。ちょっとね、持ち手が横向きなんで、持ちづらさはあるんですよね。なんで、ちょっとこうやって持ってると重いなって感じで、あんまり使い勝手は良くないのかもしれないんですけれども、かっこよくておしゃれなので、これはね、いいなと思って時々、気分によって使ってますね。裏がね、この交際模様すごい可愛いですよね。やっぱこれもセットで2色持っていて、来客の時とかにね、よく使う感じで持ってます。じゃあ次見ていきます。はい、次4点目はこちらですね。また2色持っているんですけれども、ちょっと深さのあるタイプの小鉢になってます。これが表記的にはハイプレートの13センチですね。バー B とバー A ですね。これぐらいのサイズはね、本当にちょっとしたものを盛り付けるのに使えそうでちょうどいいですよね。4つあっても困らないかなと思ってます。じゃあ次見ていきます。はい、次はですね、またまた同じようなプレートなんですけれども、さっきとはサイズが違う大きめの、深皿になってますね。キャプション的には
こんな感じになっていて、ハイプレートの 15.5 センチになってますね。さっきのが13センチだったので、サイズ感的にはこのぐらいの違いがあるものになってます。こっちがちょっとしたものを盛り付けるのに対して、こっちはね、サラダとかを入れるのにいいのかなと思いますね。サイズによって使い分けができると思うので、サイズ違いでこれも持っているっていう感じですね。ちょっとした丼物ぐらいだったらこれでいけるのかなっていう感じですかね。じゃあ次見ていきます。はい、6点目も同じようなタイプのお皿になってます。ハイプレートの深皿タイプですね。ただサイズがどんどん大きくなっているのがわかるかと思うんですけれども、こちらはね、深皿の 18.5 センチタイプですね。で、このぐらいの大きさになってくると、さすがに何枚も何枚もいらないなと思ったので、これはね、1色だけ、黒っぽい方だけ購入してあります。こっちの交際がよりアンダブルメステールっぽくてかっこいいなと思いますね。2枚もあれば十分かなという感じではあるんですけど、割れちゃったりしたらね、ちょっとショックだと思うので、大事に使っている感じですね。これぐらいの大きさになると、カレーライスぐらいは食べれるのかなっていう感じですね。じゃあ次見ていきます。はい、7点目もですね、深皿になってます。ただ、どんどんサイズが大きくなっているのがわかるかと思います。このサイズに関しては白を持ってますね。さっきのサイズが黒だったので、もう1個上のサイズは今度は白を購入しました。キャプション的にはこんな感じですね。ハイプレート24センチですね。私が持っている深皿の中で、これが多分一番大きいものだと思います。これ以上大きくなるとね、本当にパーティー用のお皿になってきてしまうので、海外のパーティーをやる人向けのサイズの食器とかになってくるのかな。普通の普段の生活、日本の生活ではこれ以上大きいサイズはいらないかなと思って、私はこのサイズだけにしてあります。さっきのサイズとね、比べてみると、このぐらいの違いがありますね。こっちでもね、カレーライスとか食べれそうだなと思ったんですけど、こっちはね、大盛り用って感じのプレートですね。結構こっちは深さがあるので、ちょっとしたワンプレートものだったら、これで全部収まるかなって感じで、サラダとカレーとちょっとしたものとか盛り付けられるかなと思います。一応今まで全部バー A、バー B を持ってきているんですけども、バー C とかバー D とかも存在するんですよ。でも私はね、基本的に A と B で揃えてありますね。じゃあ次見ていきます。はい、次はこちらですね。薄型タイプの小皿ですね。これもさっきと同じようにバー A、バー B みたいな感じになってるんですけれども、この赤いやつもね、実は私持ってるんですよね。かなりこれ可愛いですよね。この薄型タイプはね、表記が違ってるんですよね。オフホワイトのバー4って書いてありますね。数字になってます。バー4っていうのは、この交際が太めのタイプですね。こっちの赤いタイプはバー5になってます。で、こっちの白っぽい方はバー6になってるんですけど、実際これ6じゃなくてバー3なんですよ。これね、箱が間違えて送られてきたんだと思いますね。基本的にはバー1からバー6に向けて、交際のこの黒い部分がどんどん増えていくっていう感じのタイプになってるんですよね。で、赤は、ちょっと特殊なあれなんですけど、太さが違うの分かりますかね。それによって数字がどんどん増えていくっていう区分けになってるのかなと思うんですけども、この箱はね、ちょっとこれ間違ってましたね。あんまり気にしなくていいのかなと思うんですけれども、薄型タイプは数字になっているので、どのタイプがいいかっていうのをね、買う方はシリーズで揃えたい場合はそこを気をつけて見てあげるのがいいのかなと思います。私みたいにバー A、バー B と揃えたい場合は、このタイプ、バー3とバー4で揃えてあげるのが一番それっぽいかなっていう気がします。私が持っているお皿の中では赤いものはこれだけなんですよね。なんでこれ意外と結構気に入っていて、たまに使うようにしてますね。で、この薄型タイプは、さっきお見せしたこのコーヒーカップがね、こんな感じで乗っけるとちょうどよく合ってくれるので、こんな感じのね、セットで使うように持ってます。お砂糖とかティースプーンとかをね、ちょっと置いておくのにちょうどいいかなっていう感じですね。じゃあ次見ていきます。はい、次もですね、薄皿のタイプのサイズ違いで持ってます。キャプション的にはこんな感じになってますね。バー3とバー4ですね。17.5 センチタイプのプレートですね。さっきのはね、14センチだったので、これぐらいのサイズの違いがありますね。こっちはね、本当にさっきのティーカップ用とかっていう感じなのかな。ちょっとしたものを乗せるのにもいいと思うんですけど、実際にはね、このぐらいサイズあった方がケーキとかはね、乗せるのにいいのかなと思います。やっぱりサイズ違いで持っていると使い勝手がいいと思うので、こんな感じで揃えて持ってます。で、こっちはね、ちょっと見てもらいたいんですけど、この辺のね、交際がちょっとムラがある感じがしますよね。同じ模様でもハンドペイントなのでね、結構違いが出ているなっていうのが、このお皿を見てもらえるとわかるかなと思います。ハンドペイントらしさが出てて結構面白いな、いいんじゃないのかなと思ってます。じゃあ次見ていきます。
はい、次もプレートですね。またサイズ違いでもう1個大きいサイズのものになります。こっちはね、白のバー3の方で揃えてありますね。これもね、あんまり大きいサイズはいっぱいあってもしょうがないと思うので、黒の方はね、買ってないですね。キャプション的にはやっぱりこれバー3って書いてありますね。私が持っている平皿の中で一番大きいのはこれかなって感じですね。これ以上大きいサイズもあるんですけど、これ以上大きくてもね、多分場所も取っちゃうし使わないなと思うので、私はこのサイズまでにしてます。これがね、一番そのプレート料理としては使いやすいのかなと思います。いろんなものが盛れるので、お店とかで出てくるのは大体このタイプのものだと思いますね。白っぽくて綺麗なので一番使いやすいお皿かなと思ってます。じゃあ次見ていきます。はい、最後はこちらですね。コップになります。縦型のコップなので、さっきのね、マグカップに比べるとこっちの方がね、使いやすそうだなっていう感じはあると思います。で、これはね、ちょっと模様の付け方が違っていて、こっちはね、さっきまでと一緒のタイプで白っぽくて縁取りだけ黒なんですけど、こっちはね、全体が黒で内側が白になっているというちょっとね模様のパターンが違っているものになります。このマグに関してはね模様の種類がこれぐらいしかなくて、さっきまでのシリーズと同じ感じでこの底の方をね白くしてほしかったんですけど、これに関してはなんかちょっとパターンが違っているって感じですね。というのもこっちはバー A なんですよね。でもこっちはバー D っていうタイプのコップを購入してます。なので、模様のパターンがこの子だけ違うものになってます。私が買ったショップさんでは、この2種類しか売ってなかったんですよね。バー B、バー C のこのコップが売ってなくて、それがあったらね、そっちが良かったんですけど、まあね、これはこれしかなかったんで、せっかくならセットで欲しいですし、バー D でいいかなと思って購入しました。バー B とバー C あるのかな？ちょっとわかんないですね。このコップだけちょっとイレギュラーな感じになっちゃいましたね。でも可愛いからいいかなと思ってます。で、一応このコップで最後ですね、私が持っているアントゥルメステールセラックスの食器、これで全部になります。はい、ということで、これが私が持っているアントブルメステールとセラックスコラボの食器一式になります。こうやってまとめてみるといっぱいありますね。シリーズの中では、DE シリーズっていうもので統一しているので、これ以外にもね、アンセラックスは RA シリーズかな？他にもいっぱい食器出てるので、機会があったらね、そっちも集めてみたいなとは思うんですけれども、そんなに安いものではないのかなと思うので、とりあえず今はこれで満足してます。で、私はね、基本的には、これはね、日本で購入したものではなくて、ベルギーの方の食器会社さんの方にね、直接連絡して日本にまとめて送ってもらったものがほとんどなんですよね。なので割と安く手に入れられてるのかなと思います。当時はね、まだ円安もそこまで進んでなかったので、お皿1枚2000円ぐらいになるのかな？それぐらいで、大きいものに関してはちょっと高かったりするんですけど、ちっちゃいものとかもあるので、1000円、2000円ぐらいで購入できているのかなと思います。中にはこういう感じで一部エッセンスさんとかどっかセレクトショップさんでセールになってたものをね購入したものもあるんですけれども、大半はベルギーのその食器会社さんの方に連絡して購入したものになりますね。今買うとね結構高いと思うので、当時買っておいてよかったなと思ってますね。日本でもセレクトショップで売ったりはしていたんですけれども、やっぱり一式買うとなるとね、まとめて海外から輸入しちゃった方が安かったと思うので、購入しておいてよかったなと思います。ということで今日はアンドブルメステールとセラックスのコラボ食器ですね、一式紹介してみましたという動画でした。引っ越し新居に移って少し広くなったりしているので、タイミングがあったら他にもね家具とかそういうのも紹介していけたらいいかなと思います。ルームツアーとかもどうだろう、できたらやっていきたいかなと思うんですけれども、とりあえず今日はお気に入りの食器を紹介してみましたという動画でした。ではまた何かありましたら動画を撮っていきますのでよろしくお願いします。バイバーイ。